フランスの場合はその男女平等にしようねっていうのがガチで行き着いてしまってるので、子育ても男女平等でやるっていうのが結構当たり前に行われてるんですよ。結婚してる女性で専業主婦の人って確か9%とかしかいないんですよ。ちょっとタイトルつけるのに誤解を招く表現だったんですけど、今日のタイトルが男女格差の原因は差別ではなく母親という表現をしたんですけど、あの、えっと、働いてる人の母親が原因というわけではありません。はい。ちょっとややこしいんですよね。男女格差で、男の人と女の人で、普通にその男女のその給料の平均を比較すると、女性の方が低いよねっていうのは、割と先進国よく出るんですよ。ほんで、それがなんでなんだろうっていうので、差別なんじゃねえかと。なんで男はなぜか給料高くて、女は給料低いという差別があるのではないかというのが結構世の中言われてたんですよ。で、働いてない人ほど結構それ言ってて、で、働いてる人でそれ言ってる人あんまり聞いたことなかったんですよ。で、なんでかっていうと、その、じゃあ同じ仕事してて、女性の方が給料低いよねとか、男性の方がやけに給料高いよねとかって、あんまり見たことないんですよね、現場で。で、管理職の方が男性が多い。男性の方が出世しやすいよねは多少あるんですけど、で、ただ、それが職能によっての給料の違いっていうのはあるんですけど、でもそこまでじゃあ、こう平均差が出るほど、なるのかっていうと、別にそんなに差はないよねっていう風に割と思われてたんですよ。その働いてる人側から見るとね。で、じゃあ何なんだろうっていうので、ただ男女で平均取るとやっぱり女性の方が圧倒的に少ないんですよ。で、じゃあなぜなのかっていうのが、最近ノーベル経済学賞を取った先生が、そこの謎を突き当てたんですよ。要するに男の人と女の人で給料の差があるのではなく、ガチフルワーカーと子供を持つ母親で給料の差が出るんですよ。当然なんですけど、例えば子供のいるシングルマザーですってなるとフルタイムで働けないので、じゃあパートで働きますとか、で、もしくはじゃあ残業も気にせず働きます、広告代理店でバリバリやりますっていう女性の人が結婚した時に定時で帰ります。っていうので、9時5時で働く女性と、フルタイム残業入りで働く女性っていうので、そのキャリアを積み重ねる女性と子育てを始まる女性で、その給料が違うよねっていうのが、平均するとそれ重ねて計算しちゃうので、そこがごっちゃになってたんですよ。だからもう普通に説明すると、もうそりゃそうだろって話なんですよ。パートで働く人とフルタイムで働く人、給料違うよね。なのでこれって男女差ではなくて、実はそのフルタイムワーカーの女性と子育てをしてる女性の差の問題だったんですよ。なので、母親になった女性というのは給料が下がります。で、母親にならなかった女性っていうのは、男性と同じ給料をもらいますっていう、ごく当たり前の話だったんですよ。で、ただ、ごく当たり前の話が、その母親になった女性と母親にならなかった女性という形で区分けして計算をしなくて、みんなごっちゃにして、女性、男性っていう枠で計算しちゃったので、なぜ女性の給料が少ないんだろうっていう話になってたって話なんですね。で、よく今でも働いてない女性のフェミニズム派の人が、その男女の給料の差があって、それは女性差別によるものなんだ。だから女性は差別されてるんだから、レディースデーとかでも優遇されるべきだみたいなこと言ってるんですけど、現実の問題でいくと、母親の給料は低い。だからそれは確かに待遇として良くない。でも普通に働いてる人は男性と同じ給料もらってるんだから、じゃあ普通に働いてる女性はレディースデーいらねえんじゃねえのみたいな話になっちゃうんですよ。なので、そこの現実、実は起きていた問題というのは、女性内格差の問題で、男女差別ではなかったっていうことなんですよね。とはいえ、じゃあなぜ母親がそこまで苦労してしまうのかっていうのが、結局文化の問題に行き着いてしまうんですけど、あの、フランスの場合はその男女平等にしようねっていうのがガチで行き着いてしまってるので、なので、基本的にはその子育ても男女平等でやるっていうのが結構当たり前に行われてるんですよ。もちろん家庭によってはそのイスラム系の人とか、アジア系の人とかでその父親名もしねえっていう家庭はあるんですけど、フランスの文化の場合は別にじゃあ子育てですとか、じゃあ子供は朝幼稚園に送り迎えしますっていうのも、じゃあこう一日交代ですとかだったり、割とその平等に行われているのですが、何かあった時に気を使う割合は女性の方が高くなるんですよ。
例えば、じゃあ子供が熱が出そうな状況ですっていう時に、母親は早退しがちなんですよ。要はいつもであれば、じゃあ学校終わった後に、子供が遊びに行って、ほんで帰ってくるから、まあ7時ぐらいに家帰ればいいよねという状態だとしますと。でも母親の場合は、子供が何かあるかもしれないから、5時に早めに帰っておこうという選択をするんですよ。で、男性はしないんですよ。いや、なんかあったら連絡来るっしょみたいな。連絡来たら戻ればいいっしょみたいな。で、例えばじゃあ子供が熱を出しましたっていう時に、まあでも別に5時まで一人で寝れてられるでしょみたいな。まあ中学生ぐらいの例えば子供になった時に、別に一人で寝るだけなんだから家でよくねっていうのが、勝手に寝てればっていうのが父親で、母親の場合は会社を休んで子供の看病をしたりするんですよ。で、これって男女平等でどっちがやってもいいよねなんですけど、男性側は、いや、別にそれ俺やんなくても大丈夫でしょ。別に一人で寝てるだけでしょ。もう病院も行ったし、別に寝るだけなんだから、俺いなくてもいいでしょ。でも母親の方が割とそれを気にしてしまうっていうのがあって、で、これは別にどっちがその業務として持つべきかっていうと、別にその子供の看病ってやらなくてもいいでしょって考える父親と、いやいややるべきでしょっていうのを考える母親で、じゃあ母親の人がやりたいのでしたらご自由にどうぞになっちゃうんですよ。父親やる必要ないと思ってるから。っていうので、その文化の差と考えの差もあって、女性の方が負担が多いんですよ、ヨーロッパは。ヨーロッパっていうか、フランスなんですけど。で、日本の場合だとその専業主婦と呼ばれる職業で、母親がその子育てとか生活をして、父親働くって分かれてるので、なので専業主婦でこういう負担があるっていうのでも別にみんな、あ、そうなんだね、専業主婦なんだよね、ふーんで終わるんですけど、フランスの場合だと、父親働きます。母親働きません。なんで母親働かないの？あなたの家の家庭の女性は怠け者なの？みたいな風に見えちゃうんですよ。なので、それは良くないよね。なので、働きますってなると、働くんですけど、子供がなんかあったら、結局はその働くのをセーブしなければならない。もしくは、自分の睡眠時間を削ってでも子供の世話をして働くっていうのをやらなきゃいけないっていうのがあって、男女平等、フランスいいよね、みたいなことを割と日本に住んでて言いがちなんですけど、むしろフランスの女性の方がきついんじゃねっていうふうに僕は思うんですけど、はい。パリで行くと、結婚してる女性で専業主婦の人って確か9%とかしかいないんですよね。すごいレアな生き物というか、レアな職業なんですよね。専業主婦って。僕は性別とか門地とか出身だったりとかっていうところで、その人の扱いが変わるというのが、平等という点において良くないと思ってる派なんですよ。なので、その女性専用列車というのも僕あんまり好きじゃなくて、男性専用列車、女性専用列車とかがあるならいいんですよ。特定の性の人だけ優遇されるというのは、それはそれで差別なんですよ。で、じゃあ、女性が差別されているのだから、女性が優遇されるべきであるってなると、その、差別されてるんだから優遇。で、女性を優遇というのは、裏を返すと、それは男性差別なんですよ。だから例えばじゃあ、女性しか使ってはいけないトイレって、トイレややこしいな。これめんどくせえから話変えよう。例えばじゃあレディースデー映画というので、じゃあ女性が1000円の映画料金が900円で見れます。で、男性は1100円になりますっていうのって、女性が優遇されてるという点で見えるんですけど、逆を返すと男性が差別されてるということなんですよ。なので、例えばじゃあ、めちゃくちゃ行列が長い状態で、男性の人だけが優先される入り口があります。で、トランスジェンダーと女性の方というのは、こちらの長い行列に並んでください。で、これは男性優先入り口なだけで、差別ではありませんってなったら、いやいやいや、それ確かに男性優先入り口って書いてるけど、こっちの長い列にトランスジェンダーと女性の人が行かなきゃいけないんだから、それは女性とトランスジェンダー差別でしょってなるじゃないですか。なので、優先だから差別ではないみたいなのもおかしいんですよ。だから女性優先とか女性専用というのも性別による差別だと思うんですよね。で、レディースセットって書いてあっても、男性も頼みますだったら僕いいと思うんですよ。五右衛門っていうパスタ屋でメンズセット、レディースセットってあるんですけど、確かレディースセットがスープで、メンズセットは別だかなっていう感じなんですけど、別に男女どっちも食べます。あくまでそのセットの名称がレディースですとか、メンズですであれば、それはもうご自由にどうぞなんですよ。なので別に好きにすればって話なんですけど、なので、この性別でしか頼めません。優先されますというのは、僕はそれは新たな差別を作ることだと思うんですよね。
なので、その優先という形で差別を作るのはいいのだってなると、いろんな差別を作ろうになっちゃうじゃないですか。なので、優先であれ、差別につながるものは全てなくそうというのが、僕は平等につながると思ってるので、なので、基本的には全て差別と、その優先というのもなくすべきだと思ってるんですよ。で、そのシニア割引はどうなんだって話なんですけど、シニアと子供はありです。なぜなら人は生きてる限り、シニアと子供は経由するから。要はその、性転換手術は置いといて、その男性が女性になることはできないんですよ。でも、その子供はみんな一回は経由してるんですよ。なので、子供だった時代はあるよね。だから優先された時代もあるよね。であって、その絶対に誰もそっち側に行けないわけなんですよ。で、シニア割引も、僕も今46とからしいんですけど、例えばシニア割引70から安くなりますは、確かに70になったら安くなるから待てばいいだけなんですよ。可能であるっていうのと、不可能であるっていう差があるんですよ。だからその、性転換手術は置いとくと、じゃあ、男性だけ優先されます。女性の人は男性になることはできません。これ差別なんですよ。で、例えばじゃあ、その、東大生だけ入れますも、僕、ある種ありだと思ってるんですよ。東大に入るというのは、努力をすれば可能ですよねという門戸を一応開いています。もちろん、死んだ魚のようにしてる性格の悪い頭の悪いおじさんとかが努力したとしても、東大入れない可能性のが高いんだけど、少なくとも、東大に入るというのは、誰でも、その入学試験を受けることは可能ですよね。で、その中で順位の高い人だけが受かるので、頑張ればなんとかなるよね。であれば、僕は東大の人だけ優先もありなんですよ。でも例えばじゃあ、そのなんか、超富豪慶応大学みたいなのがあって、入学金1億円です。で、授業料がなんか5000万円ですみたいな大学があったとしたら、で、そこの超富豪大学の大学生だけが入りますだったら、僕はそれ差別だと思うんですよ。要はその入学金に1億円を用意するというのは一般的には不可能だよね。で、その学費として5000万円用意するというのは不可能だよね。なので、それは不可能なことを、その優先されるということは、それは差別だよねという基準で僕は考えたりします。はい。もちろんそうじゃねえよっていう人もいると思うんですけどね。なので、私立の偉大なやつとかは、あれは僕完全に差別なので良くないと思います。はい。その男性だけ下駄を履いて受かりやすいとか、その30代以降の人は偉大でも受かりづらいとか、あれは差別だと思ってます。なので良くないと思うんですけど、で、ただその、お医者さんは男性の人を増やしたい。女性のお医者さんというのは、そのハードワークしてくれないから、男性のお医者さんを増やすためには仕方ないのだっていう理論があるんですけど、で、それは仕方ないかどうかは関係ありません。要は、差別はしてはいけない以上終わりで、で、じゃあそのお医者さん足りないんだったら、もっと合格者いっぱい増やしましょう。もうその、じゃあ男性がいないと回らないんであれば、女性2人で回るんだったら、もう女性2人になるぐらい、いっぱいお医者さん作りましょうっていうところで解決すべき問題なので、なので、その、何らかしらで現場が回らない、だから差別をしてよいという考え方も良くないと思うので、なので、どんなものであれ差別は良くないっていう方が、むしろシンプルなんですよ。要はその、現場が回らないという何らかしらの大義名分があれば差別をしてよいというのであれば、じゃあ女性が偉大に受かりづらいよね。それは現場が回らないという大義名分があるから差別していいじゃないかになっちゃうんですよ。なので、その、どんな大義名分があろうが、例えば女性が差別されてるから女性は優先すべきだとか、男性の方が働くんだから男性が優先されて、女性が差別されてもいいじゃないかになってしまうので、なので、基本的にはその、どんな状況であれ差別はダメだよね。で、現場が困ったとしたら、困った問題を解決するためにみんなで頑張って考えようね。差別をするということで、その問題を解決するのは良くないよね。というふうになるべきだと思うんですけど、日本はそうじゃないらしいです。はい。その、僕の考えはこうですよっていうだけで、日本は差別結構 OK な国なので、なので差別する形でこれを進めようっていうのが、今まで通りやってたんですよ。だからその、私立の依頼が、その女性は受からせないみたいなのも、別に差別ありっしょっていうのが日本人の多数派の考え方だったので、なので、そのレディースデッドで、その女性専用列車というのも、僕は差別だと思うんですけど、でも差別ありっしょっていうのが今のところの日本の考え方なので、相変わらずその差別というのは大義名分があればしていいっていうのが日本の多数派の考え方なんじゃないかなと思います。